てバッグが盗まれてないことを祈るしかないです。おはようございます。カナダ横断旅6日目です。前回の続きで今モントリオールにいるんですけど、今日からカルガリーに行くのでホテル出てタクシーで空港に向かっています。なんですけど、なんとホテルのチェックアウトをすっかり忘れて出てきてしまったことに今気づいたんですね。これもうすぐ空港に着くところなんですけど、どうしようということでタクシーの運転手さんに相談してます。で、ルームキーをね、私が持ったまま出てきちゃったので、タクシーの運転手さんが私を空港で降ろした後にホテル戻って僕が代わりにルームキー届けてあげるよって言ってくれてたんですけど、ホテル側に電話して確認したら、なんかデポジットがあるからそれが対面じゃないと返せないから来てくれないとダメですって言われて、で結局引き返すことになりました。とはいえね、ホテルのデポジットが$100で、このタクシー代がホテルから空港で、空港からまたホテル戻って、もう一回ホテルから空港に向かってって、合計で$150ぐらいかかってるんですね。で、そっちの方がデポジットより本来高くなってるんですけど、タクシーの運転手さんのご厚意で$80ぐらいでいいよっておまけしてくれて、めちゃくちゃ優しいドライバーさんでした。で、ダウンタウンに着いたのでホテルに荷物を置いてちょっと周囲を散策しました。で、すぐ近くにすごい大きいチャイナタウンがあって、中華料理屋さんがすごいたくさんあるんですね。なので夜ご飯は中華を食べると決めてました。で、お店入って水槽のすぐ真横の席に案内されたんですけど、この魚たちがずっとこちらを見つめてくるんですね。食べてる間も物欲しげな顔でずっと口パクパクさせてて、ちょっと気まずかったです。料理はエビ水晶と麻婆ナスとライスを注文しました。このお店受賞歴も結構あって、どうやら人気店っぽいんですね。なので結構本場の味を期待してたんですけど、全然観光客向けの味付けでした。私の母が作る麻婆ナスの方が全然美味しいなって思っちゃいました。夜ご飯の後、強風に煽られて凍えながら向かっている先はカルガリータワーです。一応カルガリーの観光地みたいなの調べたんですけど、まあないんですね、名所が。唯一出てきたのがカルガリータワーっていう感じでした。じゃあなんでカルガリーに来たんだって感じだと思うんですけど、カルガリーに友達が住んでるんですね。これビクトリアで出会った友達なんですけど、今カルガリーに引っ越して住んでて、でその子と一緒に明日バンフっていう場所に行って、で綺麗な湖がすごいいっぱいあるんですけど、そこを回るツアーに一緒に参加しようっていうことになってるので、カルガリーに移動してきました。というわけでカルガリータワーに着いたので中入っていきます。こうして無数の明かりを見ると、私が見えてる範囲だけでもこれだけの人が今この瞬間を生きてて、一人一人に違う人生があって、その人たちのおかげで今のこの社会が出来上がってるんだなとか、当たり前でないようで当たり前のようなことを考えさせられますね。日付変わって綺麗な朝日とともに7日目がスタートしました。さっきも言った通りね、今日は友達とツアーに参加してバンフで湖をいくつか回ります。世界一美しい湖なんて呼ばれてるモーレン湖にも行くので、この日はすごい楽しみにしてました。はい、というわけで到着しました。一つ目はレイクルイーズです。見てください、このエメラルドの湖、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。
こんな色の湖を見るのは人生で初めてだったので、すごい興奮してました。そして次の湖に移動してたんですが、なんとグリズリーベアに遭遇したんですね。これ見れるのめちゃくちゃレアらしくて、ツアーガイドさんもこういうクマがいるんだけど見れたらめちゃくちゃラッキーだねみたいなこと言ってて、そしたら本当に遭遇しちゃいました。でもこのクマ結構凶暴らしくて、しかもこの時母グマと子グマで一緒にいたんですね。だから直接遭遇しなくて本当に良かったです。私たちはラッキーなことに車に乗ってたので、みんなで車の中から静かに見守りました。はい、というわけで着きました。モーレンレイクです。この湖はこのターコイズブルーがすごい特徴的で、世界で一番美しい湖って呼ばれています。さっきのレイクルイーズと比べるとまたちょっと色合いが違いますよね。あと水の透明度がめちゃくちゃ高くてすごい綺麗でした。この状態でも十分綺麗なんですけど、高台に登って上から見下ろすとめちゃくちゃ色がはっきり見えるっていうことなので登っていきます。そして反対側を見ると湖が広がってます。めっちゃ綺麗じゃないですか。さっきよりも色が断然濃く見えますね。ちなみにこのエリアの湖がなんでこんなに綺麗な色をしてるかっていうと、この湖の周りの崖、これが氷河によって削られて、でその岩の粉が雪解け水に混じって、で光を屈折させることでこういう綺麗な色が生まれてるみたいです。なるほどね。そして次の湖に行く前にサービスエリア的なところによってお昼を食べました。3つ目はエメラルドレイクです。ここはとにかくでかい。そしてその名の通りめちゃくちゃエメラルドグリーンで綺麗です。1個目に行ったレイクルイーズと結構色味的には似てるんですけど、レイクルイーズよりもさらに色が凝縮しててなんか濃い感じがしました。そして左右両サイドにわたって湖が広がってて、やっぱりインパクトがあるなって思いました。この後バスに戻ってからね、どの湖がみんな一番好きだったみたいなアンケートをバスガイドさんが取ってたんですけど、2個目のモーレン湖とこの3個目のエメラルドレイクに票がほとんど割れてる感じでした。はい、そして一応滝と名の付くところに来たんですけど、滝というより川の印象が強かったです。そして温泉水みたいな感じの色味をしてたんですけど、触ってみたら全然キンキンに冷えてました。この何気ない脇道の川とかも全部さっきまでの湖みたいな色しててめっちゃ綺麗でした。でダウンタウン着いたんだけど、確か自由行動の時間が30分ぐらいしかなくて、ほとんど何もできませんでした。一応友達とアイスは食べて、で私は食べるのが遅いのでそれでもうほぼほぼ時間になっちゃって、ただね1個めちゃくちゃ可愛い、おそらく年中クリスマスムードなのであろうお店を見つけて一人ではしゃいでました。クリスマスなんて年に何度祝ってもいいですからね。そしてカルガリーに戻って夜ご飯を食べて7日目が終了しました。はい、そして8日目は特にこれといった予定はなくて、カルガリーでのんびり過ごそうかなっていうことで朝もゆったり過ごしました。そしてこれはもうお昼の2時ぐらいですね。さすがに朝から何も食べてなくてお腹が空いたので、中華のなんか麺のお店に行きました。
で、ここがね、すごい美味しかった。麺がなんか初めて食べる麺だったんだけど、すごいなんかもちもち、多分お米でできてる系なんだけど、すごいもちもちの麺で、味も薄味でね、すきっ腹にはすごい染みました。で、このスープ麺めちゃくちゃ美味しかったんで、また食べたいなと思って、これ以降中華料理屋さん行っては探してるんですけど、なかなかこういうあっさり系のもの見つからないんですよね。また食べたいです。そしてお昼の後は近くに公園があるということなので、運動がてら歩いて向かいました。はい、というわけで公園に来ました。で、川にね、足を浸してくつろいでる人がいたんで、私もやろうかなと思って近づいてみたんですけど、あまりにもお水が汚くてやめました。なんか鳥の羽とかいろんなものが浮いてた。そしてね、近くに展望台がどうやらあるらしいので向かっていきます。吊り橋を渡って長い階段を登ると、街を見渡せる絶景が広がってました。ただこの時階段がきつすぎて息ぜいぜいだった。そしてね、しばらく公園の中を歩き回ってたら、何やら人だかりを見つけたんですね。近くにいた係員さんみたいな人に聞いたところ、どうやらコメディーショーが今夜あるらしいです。チケット買ったら7時半から見られるよっていうことだったので、買うことにしてみました。そして7時半までまだ時間があったので、ちょっと近くをふらつくことにしました。ピースブリッジです。ここもチャット GPT がかろうじておすすめしてくれたカルガリーの数少ない名所です。この赤い骨組みが特徴的なんですけど、近未来なデザインなんだけど、色味がレトロですごい可愛かったです。その後はモバイルバッテリーを取りにホテルに1回戻ったりとか、なんやかんやあってショーの会場に入場しました。So Canada. そして会場にはフードカーもたくさんあって、私はカナダ名物のプーティンを買いました。そしてついにショーが始まったんですけど、9割方お下品な話だったんですね。まずコメディアンの人たちみんな喋るの早すぎて、ほとんど聞き取れなかったんですけど、でもお下品な話をしているっていうことだけは節々で聞こえるワードで分かったんですね。もう気まずすぎて終始何とも言えない顔で過ごしてました。でも周りはみんなめっちゃウケてましたね。そしてこの人の娘さんが同性愛者らしくて、それについての話もしてたんですけど、カナダってそういう LGBT 系への理解がかなり進んでるんですね。だからこそこういうのすらもネタにできてるっていうのがカナダだなって感じがしました。ただその後もずっとお下品な話が続いてたし、ちょっとだいぶ暗くなってきたので途中だったけど帰ることにしました。そして夜道を歩いてホテルまで戻ってたんですけど、ちょっと待って、ホテルすぐそこなんですけど、バッグ忘れてきたことに気づいて、最悪20分ぐらいここまで歩いてきたのに、その会場からまた戻んなきゃいけないです。しかもこの時携帯の充電が 5% ぐらいしか残ってなかったんですけど、モバイルバッテリーも財布もパスポートも全部そのバッグの中に入ってたんですね。もう本当に盗まれてたら終わるっていう状況でした。そして本当にドキドキしながら行ったんですけど、ラッキーなことにありました。
これスマホのライトで照らしてるんですけど、会場真っ暗だったので多分誰も私のバッグに気づいてなかったんだと思います。今もうちゃっとチェックしただけだけど、財布とかパスポートとかも全部入ってたんでよかった、ひとまず安心です。というわけでね、また20分ぐらい歩いてホテルまで戻りました。おはようございます。いよいよ最終日です。はい、というわけでね、ついに最終日になりました。一人でまず海外旅行するっていうのがこの時人生初だったんですね。にもかかわらずいきなり9日間のプラン立てて、大丈夫かなと最初思ってたんですけど、いざ最終日を迎えるとすごい名残惜しい感じがしますね。そしてこの日は昼前から友達と合流して、友達がすごい可愛いギフトショップを調べてくれたんで、そこに一緒に行きました。で、その後お昼でベーグルを食べて、で飛行機に乗って帰りました。8月の旅行を年末の今投稿するというとんでもない季節感でお届けしてきたんですけど、いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。この旅行で行ったところに関してね、何か質問とかあればぜひコメントお願いします。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。次回からは今いるイギリスの様子についてお届けしていくので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。